じゃあちょっと私の隔離部屋を少し紹介したいなと思います。私は日本の不動産のエージェントさんを通して隔離部屋を契約したので、普通のワンルームみたいなところなんですけど、ちょっと玄関から撮っていきますね。まず玄関こんな感じでですね。だいたいなんか掃除機もあるし、生活に必要なものはだいたい揃ってるかなっていう感じです。でこれ私が日本から持ってきたサランラップ本当に絶対持ってきた方がいい、私的には。でここに冷蔵庫と、全然片付けてないけど、冷蔵庫あって、電子レンジですね。電子レンジとポットもついてて、これちょっと食料で、こっちがキッチンですね。キッチンそこまで使ってないというか、あんまり料理はしてないんですけど、食器とかもあって、でも私食器あんまり使いたくないというか、めちゃめちゃ洗ってからじゃない使えなくて、スポンジも新しいのがあったらスポンジを出して洗ってから使ってます。だから私が使うのは今ここに置いてあるぐらいのしか使わない、極力使わないようにしようと思って。でお箸とかスプーンとかもありますね。こんな感じです。でもあんまり料理はしません。ラーメンを作るぐらいかな。でここ入ってすぐここがトイレとシャワーか、韓国のよくある感じの、こんな感じ。こっちがシャワーになってて、でシャンプーとかコンディショナーとか、全部あります。このミスジは私が日本から持ってきたやつです。やっぱちょっとね、で窓開いてるから換気はしてあるんですけど、ちょっとやっぱカビ臭いっていうのかな、そう慣れない匂いがしますね。でも全然問題なく使えてるかなって思う。あとやっぱシャワーのあれが水圧が弱い。で本当紹介するとこないんですけど、ここが部屋になってます。ベッドが2台あって、いつもこっちで寝てて、でもなんか布団とかも普通にいい匂いだったから問題なく過ごせてます。でね、片付いてなくて申し訳ない。でドライヤーとかアイロンとかもうあって、ここら辺私の私物がこうやって並んでるんですけど、でこの2つ除菌のやつ、これとこれは保健所に行った時にもらったやつで、あとこのキットで、これなんか日の丸みたいになっちゃったんですけど、これがあれ空港で貼ってもらうシール、ソウル行きがオレンジなのかな。でまだちょっとゴミはその隔離終わってからしか出せなくて、ゴミ袋をこうやってくれます。これとこれ一般のゴミ袋で、最後にねゴミはまとめて、隔離が終わったらゴミ捨て場に出すみたいな感じです。これねめっちゃおすすめ。なんかそのゴミが出せないから2週間出せないってなると、やっぱ多分コバエとかが来ちゃうじゃないですか。これ生ゴミが匂わない袋って言って100枚入ってるやつ買ったんですけど、日本で買ってきて持ってきて、基本的にこれに全部私はまとめて、で
なんだろう、洗えるものはとにかく洗ってで、そう一気に捨てようと思って、これはすごいおすすめです。やっぱね、ゴミ問題が一番結構不安かな。みんなそうだと思うけど、場所によって捨ててくれるところがあるかもしれないんですけど、基本的には隔離が終わった後にしか出せないので、さっき見せた袋に入れて、であとこういうので消毒をして捨ててくださいっていう感じでした。この辺がね、私の始末があったりで、テレビもねあって、テレビもつきます。でもあんまつけてないですよね。韓国のテレビあんま見たことないけど、めちゃめちゃチャンネルあるんですよね。それがあんまよくわかんなくて、でトイレットペーパー、ティッシュの代わりにトイレットペーパーを使ってます使えれば何でもいい。いつも私はここに座ってるか、ベッドに横になってるかで過ごしてます。ここら辺が私の服で、こっちがちょっとあんま綺麗じゃないんですけど、洗濯機があって洗剤とかもあって、で一応換気、ちょっとねこれちょっと申し訳ない、これ私が詰めたんだよね、ウェットティッシュ穴が開いてたから、本当はガムテープとかテープがあればそれが良かったんですけど、ないので、外の景色が全然わかんなくて、その住宅街なんですよね。だからあんまりまだ韓国に来た感じはしません。ただやっぱその声が、韓国語がね聞こえてきたりだとか、あと YouTube とか見てると広告が韓国のバージョンだったりするので、韓国にいるんだなって感じですね。こんな感じ、ちょっとあんま説明する場所もないんですけど、こんな感じになっております。こんな感じですかね、私の隔離場所は。あとは、国によってはエアビーが OK だったりするところとか、あとは政府が用意したホテルになるのかな、ホテルはちょっと値段が高いんですけど、14万かな、14万ぐらいで、食事込みで、あとは多分結構保健所の送迎とかもやってくれるのかな、ちょっと分かんないんですけど、とかいろいろいろんな隔離の方法があると思います。私はさっきも言った通りエージェントさんに紹介してもらったところで、だいたいちょっとエアビーの方も私あんま分かんないんですけど、見てないからどんぐらいの金額かかるか分かんないですけど、だいたいその隔離施設のを調べて、ネットとかで調べてみると、安くて6万から10万ぐらいが相場なのかなって感じですね、2週間で。私もそんぐらいですね。本当は私この後、これは本当隔離するために借りたお部屋で、この後普通のワンルームに住む予定なんですけど、本当はワンルームの方で隔離もしたかったんですけど、ちょっと大家さんの許可が下りなくて、別に隔離施設を取ったっていう感じです。大家さんによっては全然隔離大丈夫だよってところもあると思うので、そういうのも確認した方がいいと思います。でやっぱ実際こういう風に韓国行くってなって準備して、でやっぱ隔離期間とかまだなんか始まった感じではないんですけど、その留学生活が本当思うのが、やっぱお金ってやっぱかかるなって思いますね。この時期にね行く決断をしたから、そういつもよりはかかってしまうっていうのは承知の上だったんですけど、 PCR 検査代とか隔
隔離中の食事とかでも結構やっぱ使っちゃうし、なのでそこら辺はきちんと計画的にお金はした方がいいんじゃないかなって私は思います。あとはそう、食事も結構多分隔離中どうするんだろうみたいな思う方もいると思うんですけど、基本的には海外のカードが決済できなかったりするので、海外のカードでも決済可能なサイトが e マートっていうやつと、あとちょっとこっち使ったことないんですが G マーケットも一応海外のカードが使えるみたいです。でそこで私は食料を e マートしかまだ使ったことないんですけど e マートで食料を買って届けてもらってる感じですね。あとはペダルは結構みんなは現金で、お店によって現金が大丈夫なところがあるみたいなので、現金をその玄関のところに置いてそこでやり取りをしてみたいな感じでペダルをしてる方が結構いるかなって感じですね。でそう、私はその隔離期間をエージェントさんに隔離期間のサポートをエージェントさんに頼んでるので、回数はあるんですけど、ペダルとかも食料品とかも頼めば代行して買ってくれてますので、ちょっと助かってますね、そこら辺は。こんな感じかな、隔離中は。あと2週間じゃない1週間とちょっと残ってるんですけど、家にね Wi-Fi もあるので Wi-Fi さえあれば私は全然生きていける人間なので、隔離期間も楽しみたいと思います。ではまたね、バイバーイ。